自分の理想のジャケットが欲しくてパターンを作って試しに縫ってみたんだけど、おや全然思ってたんと違う。理想まではほど遠い道のりだ。眠い。昨日は学校の演奏会が夕方にあって帰宅したのは9時。息子も頑張っていたし、長女もずっと続けてきたからとっても成長を感じてしみじみしたな。でもちょっと今朝は疲れが溜まってるね。疲れていても朝は来るね。朝ごはんとお弁当作りをやっつけちゃおう。今日はジャケットを作りたいな。ジャケットは大好きで、いろんな素材で作るのが大好きだ。でもなかなかこれだという理想の型はできてないんだよね。これは過去にとても薄いローンのコットンでアメリカの型紙を使って作ったもの。着心地が良くて気持ちいいのだけれど、ちょっと肩のあたりをすっきりしたのが欲しいんだよね。これは昭和の型紙で作ったガーゼのジャケット。形もデザインも良かったんだけれど、原型がこの時は未完成で小さすぎてしまった。今は長女が着ている。こんな感じっていうのは頭にあるのだけど、作ってみないと結局わからないから大変なんだよね。だから今日から型紙を作って縫っていきたいな。ちなみに今日のお弁当の主役は子供たちも大好きなスパム握りだ。よし、やっていくかな。いつも襟付きシャツを着ることが多いからノーカラージャケットにしよう。朝晩の冷え対策とクーラーの冷気よけに気軽に羽織りたい。疲れを癒すようにお香を焚きましょうね。自分の定番のジャケットの型紙をいつか作り上げたいんだけれど、できるかな。今回はダーツはなしで、ゆとりはバスト16、ウエストが22、ヒップが16センチ入れた。ダーツもなし、肩も 1.5 センチ伸ばした。これでどうかな。
よし、とりあえずパターンができたから裁断していこう。今回はこの真っ赤なガーゼ、思い切った色だけどうまくできるかわからないしなという中での思い切った色のチョイスだ。さあ縫っていこう。ジャケット自体は襟もないし、うまくいけばすぐ縫えるはずなんだけど、どうかな。肩を縫おう。後ろ見返しと前見返しの肩を縫おう。見返しの外回りを5ミリ折ってジグザグ縫いをしよう。見返しを身ごろに中表に合わせて襟ぐりから前端を縫い合わせよう。型紙がうまくいっているのかよくわからないから、とりあえずポケットをつけたり裾を縫ったりするのは試着してからにしようかな。襟ぐりのカーブに切り込み、脇を縫おう。見返しを肩の縫い代に手でまつろう。袖を作ろう。袖太すぎたかな。
袖って難しいんだよな。もう少し幅を試しに削ってみるか。袖口を縫おう。袖をつけてみよう。よし、じゃあ試着してみよう。着てみたけど、なんかいまいちそうな予感しかないな。裾はこれぐらいでいいかな。今日はみんなで好きなようにパフェを作っておやつに食べよう。コーヒーゼリーは昨日作っておいたからそれも入れてみよう。よし、じゃあ裾を短くするところからだね。さっき着た感じ、ゆとりを保守的に入れすぎたかな。多めに入れちゃった感じがするな。見返しの裾を縫おう。余分な縫い代はカットして表に返して裾を縫おう。ゆとりを入れすぎちゃった感があるからやっぱりダーツを前だけでも入れてみようかな。前ダーツを入れよう。ポケットを作ろう。中表でぐるりと縫おう。縫い代の角をカットしてカーブには切り込み、表に返そう。フラップも作っていこう。
身ごろにポケットをつけていこう。フラップをつけていく。表側の縫い代を5ミリカット。ここを4ミリほどで縫い付ける。縫い付いたら表に返して、今度は6ミリぐらいで縫おう。ボタンホールを開けて、ボタンをつけたら完成だけど、どうかな。着てみよう。これは全然いけてないジャケットが完成だ。袖がまずいねこりゃ。修正しよう。とほほ。とりあえずやはりゆとりはこんなにはいらなかったから、後ろもダーツを入れよう。袖はパターンを直そう。これはさっきのいけてない袖。これがかけ直した袖。袖を変えるだけでいけてないジャケットが生まれ変われるのか疑問だ。でも縫ってみないとわからないからね。袖もほどいていこう。ギリギリ袖の分の生地はまだありそうだ。